皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はこちら新型 V クラスのフェイスリフト試乗会 in カンヌにやってきております。この動画ではですねディーゼルエンジンモデルをご紹介していきたいんですけれども、私が乗らせていただいているのはこちら 300D でございます。こちらは日本には未導入なんですけれども、全く同じエンジンでちょっと出力を絞ったバージョンの 220D が日本に導入されると見込まれますので、まあですね出力はちょっと変わりますけれどもエンジン変わらないのでご参考になさっていただけたらというふうにも思います。それでは内外装と使い勝手編と合わせてご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあというわけでですよ。はい、というわけで今回はですね、メルセデス・ベンツの V クラスフェイスリフトの試乗会にやってまいりました。カンヌでございます。カンヌ国際映画祭のカンヌですよ。さあというわけで私も初カンヌでございます。カンヌといえばやっぱりね海岸線じゃないかなとは思うんですけれども、今回は海岸線から少しですね山の方にレアなんですけども山の方に向かうというルートを取りたいと思います。さあまず最初に乗らせていただくのはですねディーゼルモデルになりました。で今ですねちょっとご覧いただいた通り、どこまで編集するかわかんないですけど、ご覧いただいた通りですねもう街の中が工事中でえらいことになってたんですけれども、これですね今回 12.3 インチのナビが採用されて、本当に装備が非常に乗用車ライクになったっていうのが一つ売りなんですけれども、この中でやっぱりポイントになってくるのがこの V クラスというですね大きな車で日本のねミニバンに比べたらやっぱり長いですよね。で運転にちょっと多少の怖さがある中でですねこのように、ナビゲーションがですね他のメルセデス・ベンツと同じくですねこの AR ナビが入ったっていうのが、すごく大きな、ポイントになってくるかなというふうに思います。でこれでここを曲がるみたいですね。ここを曲がるのかい。うわー分かりやすい。これは分かりやすい。ちょっとですねこの AR ナビの今威力を感じましたけれども非常に分かりやすいです。でここにその全体的なオーバービューが表示されて、そしてこのですねメーターの中にもナビがね表示されるわけなんですけれども、このナビが表示されるのにこっちは 2D こっちは 3D という形なので、実際に初めて乗る時に非常に分かりやすいっていうのはあります。このディーゼルなんですけれども、おなじみですね、OM654 型、大体ですねこの V クラスって大体 C クラスとパワートレイン同じなのでそういう風に考えていただければいいんですけれども、2リッターのディーゼルエンジンがディーゼルターボがね搭載されております。でこのですね OM654、今回フェイスリフトですので、パワートレインに大きな変更はないです。で9速の AT と組み合わされたというものなんですけれども、いやー乗るたんびに思うんですけど意外としっとりしてるんですよね。やっぱり車が大きいからなのかすごくですねその全体的な挙動がしっかりと落ち着いているみたいな感じがして、この車体の大きさの利っていうのをすごく感じます。さあというわけでですね、何がいいかというと、メルセデス・ベンツはですねやっぱりこういうインターフェースが全て揃ってるんですよね。全ての車で統一されているのでパッと乗り換えた時にすごく把握しやすいっていうね利点があります。何もかもがパッとグレードを乗り換える、例えば車格を越えて乗り換える。私は A クラスオーナーでしたけれども、その A クラスからV クラスにパッと乗ってもですねインターフェースが同じなので、インターフェースに戸惑うことなくパッと乗り換えができるっていうのがやっぱりねメルセデスのこのモデルヒエラルキーのうまさなんですよね。で、そんな中で、A クラスから S クラス、V クラスとかね車格によっていろんな機能が振り分けられている、例えばアクティブサスを変えられたりとかね、そういうところも割り振られているっていうのが、ちょっとこのモデル作りのですねメルセデスのうまいところ巧妙なところかなっていうふうに毎回思います。というわけで私もパッと乗り換えてこういうふうにインターフェースを使えるんですが、今後ですねそれこそ今 E クラスがねMBOS っていう自社製のOS を一部搭載し始めたんですが、この E クラススタートで MBOS の使用領域ですねが増えてくると思われるんですね。思われるというかそう移行していきます。自社製の MBOS に入れ替わっていきます。でそれによって他社のアプリとかを使えるようになってきたので、今後このインターフェースがですねまたゴロッと変わる可能性もあるというところを注目していきたいなと私は思っているわけなんですよね。で、あとですね日本では実はですねこの 4G のコネクティングが、V クラスはないんですよね。これ G クラスもそうだと思うんですけれども
例えばだから A クラスから S クラスまで乗用車で可能である、オンラインでの検索っていうのができないんですよ。なので、インターフェースは、もちろん本国ではできます。今ですね、このフランスですので、本国で、やっているですね、すべての機能が使える。で、対話型の AI もですね、このオンラインでつながっていて、調べること、例えば天気とか、例えばですね、この車とかだとメルセデスミーアプリとコネクトして、どこの駐車場に止めたいみたいなことをですね、聞いたりとかもできるみたいなんですけれども、日本に導入のモデルに関しましては、オンラインでの検索っていうのが、その 4G とコネクトしないのでできないんですね。なんですけれども、いわゆるですね、音声対話型のハイメルセデス機能とかは使えます。ので、限定されますね。機能が限定されるという形になります。日本導入だと。これはね、今のですね、フェイスリフト前の現行モデルも全く同じです。で、ちょっといろいろ大人の事情があるみたいなんですけれども、そういう感じで、例えば天気を聞いたりとか、例えばちょっとニュースを聞いたりとか、そういうことはできないので、行き先を設定したりとかすることはできるんですけれども、少し乗用車とは機能が限定されるというところはご理解いただきたいかなというふうに思いますが、このですね 12.3 インチのナビ自体は入りますので、パッと見た感じですね、非常に新しくなったという印象はちゃんと受け取れるかなというふうにも思います。はい、ちなみにですね、この V クラスなんですけれども、スタートが2014年です。というわけで、今年2024年はなんと10周年のね、記念すべき年ということで、このインターナショナルテストドライブミーティングを行ったということもあるみたいです。実はですね、この発表自体は2023年のうちにですね、行われておりまして、私も本国での、オンラインでのね、発表会に参加させていただいたんですけれども、その時もですね、その内容というのが、なんとなく発表されておりました。で、今回はやっぱりフェイスリフトということで、このインターフェースの変更と、それから装備がね、いろいろ変わったっていうのが、大きなニュースで、パートレーンなどに変更はありません。本国ではなんと出力違いで3パターンのですね、この出力が用意をされていて、同じユニットなんですけれども、3種類の出力が用意されているっていうですね、結構手厚いラインナップなんですけれども、日本は220D のみの設定になるかなという感じがします。それからこれ見込みなんですけれども、V クラスといえばですね、ロングとエクストラロングっていうね、ちょっと長いのともっと長いのとっていうね、3種類のボディタイプが用意されるっていうね、これがセオリーになっておりますけれども、これもおそらく導入はされそうです。そしてもう一つですね、これ後で乗れたらいいなと思ってるんですけれども、実はですね、ガソリンエンジンモデルがあります。で、やっぱりね、V クラスといえばディーゼルの展開だったので、ガソリンエンジンモデルがですね、あるのかないのかっていうところがですね、大きな注目ポイントであったんですけども、なんと本国にですね、ガソリンエンジンモデルが用意をされていて、このテストドライブにも1台だけ用意してくれていました。で、ちょっと、本国のですね、プロダクトのトップの方が、女性なんですけれども、その方に聞くところによると、本国はですね、ちょっとメルセデス・ベンツ・ジャパンに聞くと、ディーゼルのみの展開ですよっていう話だったんですけれども、その本国のプロダクトの女性に聞くと、日本にもガソリン入れるよっていうことを言ってたんですよね。なので、もしかしたらガソリンも用意される可能性もありますので、ちょっとですね、その辺は追って私も取材をしていきたいなというふうに思っておりますが、もしかしたらディーゼルだけではなくて200が用意されるかもねっていうのがですね、思っていただけたらいいです。けど多分肉だけの展開にはなりますね。この V クラスなんですけれども、やはりですね、ヨーロッパでもそれなりにシェアがあって、ドイツとかも生活習慣の変化がやっぱりいろいろあって、多分ね、そのコロナとかも影響したんじゃないかと思うんですけれども、ドイツ人はミニバン乗らないよみたいな話をね、やっぱりセダンとか、ステーションワゴンとかそういうのがメインだよとか言いつつですね、来るたんびにこの V クラスを割と乗用車として乗ってる人たちもやっぱ見かけるようにはなってきました。で、マーケットシェアも伸びているみたいです。ただやっぱりヨーロッパだけではなくて、このパッケージってアジアでもうとりわけアジアで売れるんですね。っていうこともあって、そのアジア市場の購買力っていうのはやっぱり本国も見逃せないところではありますので、どんどんですね、このV クラスに力を入れている、売れ筋商品ということですね、っていうその背景もあると思います。そういうのもあってどんどん質感が上がってきてるんですね。で、さらに日本よりももっとお金持ちになってきているですね、その中国とかがやっぱりもっ
とラグジュアリーなものをということでですね、どんどん装備が高級になってきてるわけです。さあやっと郊外に出てきた。疲れたというわけでいやもう本当にカンヌっていうかフランス人ってやっぱりね運転が超絶荒いのですごいせっかちなのでガンガン入ってくるし入れてもくれないんですけれども、カンヌでもそうでしたけれどもですね、やっとランダバウトのある郊外に出てきましたのでちょっとねゆっくりと行きたいと思いますけれども、このおかげでねそれもね、いや昔は地図で見てましたからね、もっとねナビも分かりにくかったですしすごい大変だったんですけれども、それを超えて今ねこうやってテクノロジーが私たちを助けてくれる時代になりましたので本当にいい時代になりました。で、商用車も同時にですねモデルチェンジをしていて、これビトっていうですね実は同じ形の同じプラットフォームとですね、もう完全なバンですね。後ろの窓をですね荷室用に殺した覆ってあるですね荷物を運ぶためのバンがあるんですけれども、それも同時にですね刷新をされまして、そしてそのビトにもですね EQ 版があるんですよ。だから E ビトって呼ばれているねベブがあるんですけれども、それも一緒に刷新されました。でこの電動のプラットフォーム自体がですね非常に力を入れていて、実はですね2030年までにですねこのバン部門では、このエレクトリックビークルがシェアの 50% を占めるんじゃないかっていう予想をメルセデスはしてるんですね。電動バンのですねプラットフォームアーキテクチャっていうのをですね非常に力を入れて作っているわけなんですよ。なので EQV のベースになるその商売のベースとしてはですね EQV そしてこの V クラスっていうのはそのアジア市場において非常に大きなボリュームは持っているんですけれども、実はそれだけではなくて商用車としてのですね収益を見込んでいるので割と力を入れて作っているっていう時代背景も本国に来るとそういうことか、だから V クラスってこんな風にちょっと商用車の中でも特殊なね立ち位置で、そのマーケットシェアっていうのを広げていくんだっていうのをですねちょっと推測させる部分でもあってすごく面白いなっていうふうに思いました。さあそしてですね今その恐ろしいぐらいの山道に入ってきたんですけれども、これね V クラスでっかいですよ。でっかいですし、これ日本の道よりもさらに狭いような坂道に入ってきましたけれども、意外と運転しやすい。ヒップポイントがやっぱ商用車っていうことですごい感じさせるんですけど、もうトラックみたいに高いんですよね。だからちょっとアルファードベルファイアとはまた違ったディメンション、違った車っていうのをすごい感じるんですけれども、横に広くてお尻が高いから本当にねトラックみたいに運転できる。だから意外と運転しやすいね。見てすっごい道幅狭いでしょ。結構ちゃんと車格わかるんですよ。これはすごい。メルセデスってやっぱりどの車乗っても EQS 以外はEQS はすごいわかりにくいんですけど EQS 以外は自分が車線のどこを走ってるかっていうのをすごく分かりやすく作ってる、そのディメンションの作り方っていうのがすごく上手なんですよね。でそれこそがそのセオリーというかそのメルセデスの車作りの上手さでもあるんですけれども、それがこの V クラスにもちゃんと生きてる。コツとしてはピラーもでっかいですし、剛性がすごい高いのでこのダッシュボードのところとかも分厚いんですよ。内装が結構分厚めではあるんですけれども、窓の切り方ですね、これがすっごい上手。めちゃくちゃ分かりやすい。でこれによってヒップポジションとかも非常に高いっていうのも加えてすごく運転はしやすいです。ただトラックと一番違うところはやっぱりこのステアリングがちょっと起きてて、商用車というよりは非常に乗用車ライクだよっていうところはあるかなというふうに思います。さあちょっと今素敵なところに入ってきたよ。これねちょっと今回の撮影ポイントなんですけれども、邸宅を一軒借り切ってくれていてすごくない？カンヌの金持ち世界ってすごくないっていうようなね感じのお家、わあ素敵になっております。というわけ
けてですね、ちょっと V クラスのね考察みたいなのをねせっかくの国際試乗会なので長々とお話ししましたけれども、そうじゃあこの V220D 日本導入モデルの利点はどこなのよみたいなお話をねインプレッションをしていきたいなっていうふうに思うんですけれども、そうさっきもちらっとお話しした通り、まずこのサイズ感ですよ。でこれはノーマルバージョンで、これにロングとそれからエクストラロングっていうね荷室がこう伸びたバージョンのやつが導入されるっていうのがおそらく予想されてくるわけなんですけれども、このショート、もうノーマルにね関しましてはもう思った以上にすごい運転しやすいんですよ。でこれがやっぱりすごいそのメルセデスの良さだなっていうのももちろんそうなんですけれども、今ですねちょっと時間を置いて、オフィシャルのカメラマンに動画撮ってもらったりとかしてたわけなんですよね。でその時に何が必要になってくるかというと、ヨーロッパ今郊外路に入ってきましたので、ランナバウトとかも割とあって結構くるくると取り回しをしなければいけないみたいな状況になってきました。なんですけどものすごい運転しやすいんですよね。でこれは左ハンドルっていうのもあるんですけれども、もちろん右通行になってるので日本に入ってきても変わんないかなと思います。一旦乗ってしまうとこのサイズ感に慣れてしまうっていうのはすごくねそのメルセデスのいいところかなっていうふうに思うんですけれども、それからですねちょっと一つやっぱ大きな利点を感じたのは軽やかなんですよねこの車で、搭載されているのはディーゼルエンジンなんですけれども、そのディーゼルエンジンの中でもですね 220D っていうねOM654 っていうおなじみのね4気筒のディーゼルエンジンです。でこの654もなんか知らないけど本当になんか知らないけどちょっとね年を増すごとに良くなったりもしていて、もうこれはどういうことだと思うんですけれども、どうやらメルセデス・ベンツって一回その何かの刷新が、ランチェンみたいなね小さい刷新があるとこう縦割りで全部良くなるみたいなんですよ、モデルとかを超えて。なのでそのエンジンが何かのちょっとこうね年次改良みたいなのがあるっていうのは、想像に安いところなんですけれども、それによって年々本当に静粛性が増しまたパワフルになってるっていうのもあって、とにかくその時速割と0キロからの加速、それから、これはミニのジョン・クーパーワークスの動画でも言ったんですけれども、日本はねストップ&ゴーが多いってよく言いますよね。なんですけれどもヨーロッパもやっぱりね速度の加減速っていうのはすごく大きい道路環境ではあるんですね。ただヨーロッパの問題点というかヨーロッパの難しいところはストップ&ゴーじゃなくてスロー&ゴーがすごく多い。でスローも、例えばですねボトムスピード30キロぐらいで街の中走らなきゃいけなくて、ビタ一問たりとも負けてくれず、そこからこう1キロでもね速度超過すると罰金いきなりバーンって取られるみたいな感じの道路環境が、特にフランスは厳しいんですけれども、そういう環境の中で運転していて、片やその郊外路に出た瞬間に最高時速90キロみたいなところでこうすごい30から90みたいなそのかなり幅のあるですね速度レンジをこうカバーしなければいけないっていうところがあるんですよね。それでこう何が必要になってくるかというとやっぱりアクセルレスポンスなんですよ。あと継ぎ目のなさっていうのもね必要になってきます。でこの継ぎ目のなさっていうのが、9速のね今回トランスミッションが搭載されていますけれども、これがものすごいそのきめ細やかにマネジメントするんですよね。なので、このディーゼルエンジンとトランスミッションの組み合わせっていうのがやっぱり成熟されていて、非常に使いやすい。でそれがこのでっかい車でもさえもそのもたつきとかそのパワーレス感っていうのを感じることなくしっかりと生まれているっていうのがやっぱりディーゼルの良さかなっていうふうにも思って、実はこの後にですねガソリンエンジンもどうやら乗せてもらえるみたいなんですけれども、日本導入かもしれないこのガソリンエンジンがねもしかしたらこう用意されてる可能性があるんですけれども、これがどういうフィールになるかっていうのはちょっとですね注目していきたいポイントかなというふうにも思っています。このボディに 220D ってちっちゃく感じるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて本当に滑らかにその全域で割とねスルンと綺麗に加速してくれるっていうところの利点っていうのは今運転していて、でさっきねちょっと撮影ポイントに行った時にですねちょっとインスタ映えスポットみたいなのがあったんですけど、そこに行った時にすごい坂道上がったんですけどやっぱり運転しやすいしやっぱりパワフルなんですよね。でこういうところのうまさっていうのはやっぱり感じる部分でもあり、いいなっていうふうに思いましたね。なんかそのダウンサイジングとはいえやっぱりメルセデスならではのこの良さっていうのがすごくあるなっていうふうに思いました。であとやっぱりこの重厚なステアフィールが割とこう車に合ってるんですよね。でその
実はこの撮影の合間にですね EQV にも乗ったんですけど、正直、EQV は街の中でね VIP 乗せるにはいいけど、ちょっとこう自分の車として、所有するにはこうパワーレス感を感じるかなっていうぐらい、とにかく重い。それはですね EQV の試乗動画見ていただきたいんですけれども、全然買うならこの 220D でしょ、もう一択でしょっていうぐらいすごい良かったです。ごめんなさい、まだガソリンエンジン乗ってないから一択とかもう言い切っちゃったけど、ガソリン乗ったらガソリンって言うかもしれないから、でもそう言い切れちゃうぐらいやっぱいいな、このパッケージねやっぱ成熟されてていいなっていうふうにも感じました。やっぱりこのブレーキのフィールもすごいこのねディーゼルはいい。で今ねくるんとロータリーをですね、2番目の出口を越えて、直進したっていう形になるんですけれども、こういう時のですねハンドルの切り戻し感とかいうのもですね、ややその商用車なので応用なところはありますけれども、ここもリニアとは言わないが本当に許容範囲というかグダグダしないようなハンドリングがしっかり味付けられています。個人的にはねもうちょっと寝ててもいいかなと思うんですけど、このハンドルのね操作感的にはすごく悪くないなっていう感じがしますよね。とにかく何がすごいってこのボディサイズを感じさせない運転のしやすさ、何これっていうねなんかあれ意外と運転しやすいなっていうことをね毎回思うんですよね。でこういう時とかね、でカンヌって、これで映ってるかどうかわかんないんですけど、こうなんて言うんですかね、路肩が出てるんですよね。でこれ多分スピードを落とさせるために視覚的にとかいうのもあると思うんですけど、やっぱり道幅は狭くてこういう縁石が立ってるので、もうね当たりそうですごい怖いんですけど全然当たらないんですよ。当たらないようにちゃんと見切れてるっていうのもすごいねなんか面白いんですよね。でそれにやっぱりその、さっきもちょっとお話ししましたけれども2014年登場で、2023年にこのねマイナーチェンジを受けたわけなんですけれども、この、マイナーチェンジをこう受けたことによって本当にこう自動車としてのパッケージング力がすごく上がったっていうね。で正直その日本はミニバン大国なので、安いのから高いのまでですね、今ねレクサスの LM も出ましたから百花繚乱、もう選びたい放題なわけですよ。なので非常にこうねミニバン激戦区の中でそのメルセデス・ベンツの優位性っていうのがどこにあるかというとですね、もう実はこれはもう絶対的にやっぱすごいなと思ったんですけど、多分 LM もこういうところを目指したんだなっていうのを思うんですけど、リアシートのものすごい剛性感。昨日実はちょっと冒頭にね差し込んだかもしれないんですけど、ニースの空港、私はシャルル・ド・ゴール経由で入ったんですけれども、ニースの空港に着いた瞬間にもう新型の V クラスが待ってて、それをシャトルとしてですねホテルまで送ってくれたんですよ。でこういうメディア試乗会って空港にボードを持って立ってるスタッフがいて、その人たちがシャトルに、メディアシャトルに乗せてくれてホテルまで送迎してくれるっていうね、試乗会の拠点になるホテルまで送迎してくれるっていうのがセオリーなんですけれども、そのシャトルが大体世界中どの自動車メーカーも大体この V クラス使ってるんですよね。でもちろん今回は新型の V クラスなので、この V クラス、新型 V クラスでお迎えに来てくれました。そして後ろの座席がね、まず本当にベンチマークしてきたんだな、いろんなミニバンをっていうのを思わせるような、まずおもてなしの心に満ちてるっていうことがまず1点あって、例えばそのマグネットでね、ワイングラスがくっつく。で私もうあれですよ、ミニバンの中で初めて後部座席でシャンパン飲みましたよ。今まで飲んでるふりはいろいろしましたけれども、本当に飲んだの初めて。それぐらい今までそのメルセデスの試乗会でもそういうことをやってなかったんですけど、そういうおもてなしを用意してくれた。でやっぱりこの車をですね、コマーシャルビークル出身のミニバンではなくてラグジュアリーな MPV として売るっていう意思をすごい感じますよね。でさらに昨日はドライバーがいて、ドライバーがこうねかっ飛ばしてくれてホテルまで行ってくれたんですけれども、後ろの座席がもうびくともしないんですよ。すっごい剛性感。これはね乗ったらわかると思いますけれども、何にもグラグラしない、何にもガタガタしない、そのフレームというかその車体に椅子がちゃんと直付けされてるなっていうぐらいの、リジットかよっていうぐらいのガチッとした剛性感を感じます。
だから、欧州ミニバンの一つ、ネガティブといえばネガティブなんですけれども、シートアレンジがそんなにできないんですよね。もう本当に前に出すか後ろに下げるかとかいうぐらいしかもうできないんですけど、日本みたいに例えば跳ね上げたりとかこう横に動いたりとか、そのぐるんぐるん回ったりとかそういうことはしないんですけれども、その代わりに自分の身がビタ一文たりとも揺れない。本当に車の挙動と自分が後部座席ですらも一体化しているぐらい、すごくですね、そのシートの剛性感が高い。リアシートの剛性感が高い。なので、例えばその VIP の送迎とかいう用途だけを考えると、ものすごい喜ばれそうだなっていうふうに思いましたね。これはもう本当に絶対的なメリットとしてあるかなっていうふうに思いました。いやだからね、やっぱ違うんですよね。 MPV ではありますけれども、マルチパーパスビークルではありますけれども、日本は本当にミニバンがもうマルチにマルチを重ねてマルチすぎて、本当に部屋であり、移動空間であり、それからそうですね、移動空間でありというか空間ということをやっぱり重視してるんですよね、日本のミニバンっていうのは。だけどやっぱりその欧州のミニバンというかこの V クラスに関してはトランスポーターというか、運ぶということなんですよ。人を運ぶということにフォーカスしてるんだなっていうことをすごく強く感じました。それぐらい後ろの座席の居住性が高い。本当にこういう後部座席に乗ると、メルセデス・ベンツだな、リアシートもっていうことをすごく感じましたね。そういう強い商品力っていうのは、一番メリットとして感じました。今回、サスペンションも、新しい設定がなされています。本国の話なんですけれども、サスペンションは、実はですね、可変のサスが入ってるんですね。で、この可変のサスペンションが、アダプティブダンパーが用意をされました。で、日本にも入ったらいいなと思うんですけど、ちょっとこれはですね、ぜひベースグレードは難しいかもしれないんですけれどもね、特にこの可変のダンパーがものすごくいいので、これが入ることによってかなりラグジュアリー味っていうのが増すような感じがするのでですね、ぜひこれは上位グレードですね、特にロングとかエクストラロングとかには入ったらいいなっていう感じかな。あとこれですね、そのデジタルインナーミラーが意外とやっぱり便利なので、これもオプション設定なんかで入ったらいいなっていう感じもしますね。だからこのアクティブダンパーが、試乗車には入ってるんですけれども、これが入ってくると、このヨーロッパの道って日本ほど綺麗じゃないところとかもすごくあるんですけど、もちろん石畳とかもあるんですけれども、そういうところに入った時にですね、こんなに重量級なのにもかかわらず、すごくしっかりとですね、このダンピングっていうのをですね、やっぱりマネジメントしてくれるんですよね。で、こういう開口部の大きい車になればなるほどアクティブダンパーの効力っていうのをやっぱりですね感じやすいので、これが特に長くなればなるほどね、そのエクストラロングとかロングとかに入ってくるといいなっていうふうに思わせる。そんな装備でした。例えばそのマンホールとか、例えばバンプがあるんですよ。これ見えるかな、速度を落とさせるためにかまぼこみたいなね、このダンパーみたいなこういうのがあるんですけど、こういうの乗り越えた時とかによっこいしょみたいな、ゆさゆさみたいな挙動があるので、こういうのがねゆさゆさってなると、やっぱり後部座席の人とか、いくらねシートが良くてもゆさゆさってなるのはもう止められないから、後部座席とか大変だと思うんですけれども、こういうダンピングのマネジメントみたいなことをですね、してくれるとやっぱ楽ですよね。なので、そのアクティブサスの方は導入希望、長い方にはせめて導入希望ですし、入った方がいいなと思います。その V クラスとしてのその魅力っていうのを伝えやすいかなっていうふうにも思いますね。はい、というわけで今日はこちら、新型 V クラスフェイスリフトモデルの一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですねきめ細やかに現地のですねビデオグラファーの方がいい動画を撮ってくれたので、その走行の感じとかね、そのサスペンションの感じとか、それからロータリーに入ったところのですねロールの感じとかいうのをですね見ていただけたかなっていうふうに思いますけれども、さすがやっぱりですねこのミニバンになってもメルセデスなんですね、ハンドリングが。非常に運転も楽しかったです。というわけで日本には V220D が導入ということになりますので、この 300D とはねちょっとグレードというか出力が違うんですけれども、エンジンは同じですので、ぜひご期待いただけたらと思いますし、インターフェースもねすごく良くなりましたので、ぜひですね内外装と使い勝手編もご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井優希でした。バイバイ。